側の岡山から中国山地を越えて山陰側の出雲市までを結ぶ特急やくも。国鉄の特急型電車が使われる最後の定期特急。備中の国の中核都市備中高橋を出発。ご乗車ありがとうございます。次は新見駅です。お出口は右側です。貨物列車用のホームを備えた工場が見えてきた。トラックでの輸送が盛んになる前はこうやって貨物列車を工場まで直接引き込んで原材料や完成品を搬出入していたんだよな。総社で見かけたカルピスの工場と同じ。武家屋敷が残る備中高橋だが、明治時代の建築も見え隠れする。高橋市郷土資料館として使われる旧高橋尋常高等小学校本館。明治37年完成。そして日本キリスト教団高橋教会は明治22年に完成。右側は江戸時代、左側は明治。左右の車窓で時代が変わる。現存12天守の一つ備中松山城もあるし、観光資源が豊富。ゆっくり散策したい街だな。駅の前後にはかっこいい鉄道写真が撮れる鉄橋がある。蛇行する高橋川を白尾線は何度も鉄橋で渡るから鉄橋の撮影地が多い白尾線。高橋川に架かる道路用の古い鉄橋を見つけるのも八雲の楽しみの一つ。昭和12年架橋の大橋ランガートラスという形式で川の中に橋脚を必要としない当時最大級80メートルのスパンを持つらしい。洗練された橋、一瞬だからこそ楕円形の美しさが印象に残る一目惚れブリッジ。大きく車体を傾けながらカーブの鉄橋を渡り高速でトンネルに吸い込まれる様は大げさではなくジェットコースターのよう。逆にヤクモっていうジェットコースターがあったら面白いよな。急カーブに入って遅れて車体が傾く。うちの庭から突然石油が湧き出し大金が転がり込んだら作ってみたいな。そういえばうちには庭がなかったな。備中高橋から単線になった白尾線。特急であっても対向電車と行き違うためにいくつかの駅に運転停車する。東国駅では岡山行き八雲6号が道が開くのを待っている。あちらは4両の基本編成に3両が増結された7両編成。運転席がついている車両とついていない車両をつなげる変わった増結のやり方。まるで気動車の増結みたいだな。東国駅は白尾線全線開通の昭和3年に建てられた国登録有形文化財の駅舎。稲城駅舎同様木の壁の風合いなど当時の雰囲気そのままじゃないかな。駅前にかかる中井橋ポニーワーレントラス、またまた昭和12年架橋。調べてみるとこれらの橋は昭和9年室戸台風の災害復旧で架けられたらしい。
素直に喜べない事情があるが、さまざまな形式のトラス橋は見応えがある。駅はないけど、電車同士の行き違いができるように信号場が設けられている。すれ違う電車は115系2両編成。国鉄電車同士の行き違いが日常的に見られるが、近いうちにどちらも新型車両に置き換わる。よく目に焼き付けておきたい昭和の鉄道旅。そうそう、景色に見とれて岡山で買った駅弁を食べるのを忘れていた。栗おこわ弁当箸付き。弁当にも秋が感じられていい。お、一瞬滝が見えた。絹崖の滝。美しい景色が多い白尾線の中でも5本の指に入る美しさと自分が思っている切り立った石灰岩と紅葉の色彩が美しい伊倉堂周辺。数ある白尾線の撮影地の中で最も好きな場所。美しい紅葉の風景に負けていない国鉄特急型381系の存在感も立派。伊倉堂の駐車場には白尾線でお召し列車を引いた SL デゴイチ838号機が保存されている。かつて白尾線には石灰石を運ぶ貨物列車が走り、その先頭にもデゴイチが立っていた。伊倉駅にも石灰石の鉱山があり、かつて貨物列車に石灰石を積み込んだホッパーも残る。昭和61年頃まで兵庫県の新日鉄広畑工場まで向かう貨物列車があったそう。現在、石灰石の貨物列車は廃止されたが、紙を運ぶ貨物列車が走っている。先頭は貴重な国鉄電気機関車 EF64 千番台。貨物列車が残っていることだけでも嬉しいが、さらに国鉄機関車が使われているなんて、一体どこまで昭和旅ファンを魅了すれば気が済むのか白尾線よ。伊倉と石賀間には白尾線の旧線がはっきり残され、車窓からでも確認できる。鉄道特有の緩やかなカーブを描きながら、素直に高橋川に沿って走る。単線非電化の旧線には、機動車時代の八雲や旧型客車を引いた SL が風光明媚な高橋川を眺めながらのんびり走っていたんだろうな。昭和47年、山陽新幹線の岡山駅開業で白尾線を走るようになったキハ181系八雲が10年間走り、昭和57年の白尾線電化から現在まで
40年以上381系が使われている。気動車の八雲には食堂車が連結されていたそうだが、もし381系にも食堂車があったら、カーブで一生懸命食器を押さえながら食べていたのかな。揺れる船で食事をしてめちゃくちゃになるザ・ドリフターズのコントを思い出す。やってみたい気もするが。石にカニと書いて石垣駅を通過。白尾線全通時に開業した石垣駅。その当時からの駅舎と思われる。昭和3年、白尾線の北と南がつながった地点が新見駅の近辺らしい。山陽と山陰のだいたい中間地点にある新見駅に到着。ここにはかつて新見機関区が置かれ、最盛期の昭和41年には SL38 両、職員約400人が勤めたそう。津山を経由して姫路までを結ぶ紀新線と広島までを結ぶ芸備線も発着するターミナル駅。それにふさわしい大きな駅舎。こちらも多分昭和3年の建物を改装しながら使ってきたんじゃないかな。